こんにちは、マダムサライです。いつもご視聴くださりありがとうございます。さて、今回はメルセデス史上最も話題騒然となり、自動車雑誌のみならずニュース番組など数多くのメディアに取り上げられた初代 A クラス開発コード W168 についてちょっぴり深掘り解説していこうと思います。この初代 A クラスデビュー当初はスター誕生小さな天才とのキャッチフレーズで話題を独占しましたが、視聴者の皆さんをはじめ多くの方は例のヘラジカテストによる横転事件を思い起こされる方が多いのではないでしょうか。そうです、発売間もない頃スウェーデンで行われたムーステスト、いわゆるヘラジカを避けるためのテストにおいて65キロのスピードで急ハンドルを切ったら横転するという騒動が起こりました。これには私もびっくり。まさかメルセデスがわずか65キロのスピードで横転してしまうなんて本当に信じられませんでした。というようにデビューからいろいろ話題を作ってくれた初代 A クラスなのですが、その後神がかり的なダイムラーの対応もあり、なんと110万台を販売するミリオンセラーとなりました。それではメルセデス・ベンツ W168 初代 A クラスちょっぴり深掘り解説スタートです。さて、この初代 A クラスのデビュー当時、面白い現象が起きていました。それはマーケットの熱狂的な盛り上がりとは別に、往年のダイムラーファンは意外なほど静かに沈黙していたことです。コンパクトモデルの先輩格である W201 がデビューした時はベビーベンツと称されたように至る所で賛否両論が巻き起こりましたが、この A クラス誕生はまさに狐につままれたような状態と言ってもおかしくない状況でした。それもそのはず、ダイムラー初となる FF 前輪駆動から始まり、デザイン、車両クラス、そして価格に至るまで全てが新しく、往年のダイムラーファンが描く方程式に何一つ当てはまらない新進気鋭のスターだったからに他なりません。それでは初代 A クラスの生い立ちをすーちゃん解説お願いね。了解です、マダム。それでは初代 A クラスである W168 の開発過程をご説明します。1987年、ダイムラーベンツの副取締役に昇進したブランドディレクター、ユルゲン・ハバートは、かねてより上流階級、中流階級向けのセダンのみを製造していては成長の機会が限られ、強いては会社全体の存亡に関わる問題だとの意識を持っていました。また、その考えを後押しするように、下位セグメントでの市場において、フォルクスワーゲンがゴルフで圧倒的なシェアを伸ばし、まさに市場を席巻する勢いで成長しているのは誰の目から見ても明らかでした。そこで、ダイムラーは、シティモービルとして EV 化を念頭に開発を進めていたビジョン A93、後のスタディ A と呼ばれるコンセプトモデルを1993年フランクフルトモーターショー、翌1994年東京モーターショーに参考出品。その時のキャッチフレーズが、この国には新しい車のアイデアが必要だとなっていたのですが、調査の結果、実に 95% に及ぶ来場者がこの小型コンセプトカーのメルセデス・ベンツを支持していました。この結果により、ダイムラーベンツ取締役会は量産を迅速に決定し、同年8月には早くもプロトタイプのテストが行われました。こうして、1997年3月、ジュネーブモーターショーで A クラスを正式発表し、その8週間後には販売が始まりました。なお、シティモービルのコンセプトモデルは技術的にも確立されているため、ジュネーブモーターショーで公式プレミアされるまで、基本的な変更はほとんどありませんでした。モーターショーの後、ヨーロッパ各地で開催された A モーションツアーと呼ばれる A クラスのお披露目イベントには、半年間で50万人も来場する盛況ぶりだったそうですよ。すごいですよね。まさにダイムラーベンツのパラダイムシフトと言ってもいいのではないでしょうか。
それに A クラスの元になったのが EV のシティモービルだったというのも驚きです。何でも1990年に成立したカリフォルニアのゼロエミッション義務では、販売車両の 2% が排気ガスを出さないゼロエミッションでなければならないと定めたそうです。そのためダイムラーは EV の開発をしていたそうですが、結果としてこの義務は緩和されることになり、ダイムラーでもコストがかかることから EV の車両はお蔵入りとなりました。しかしこの EV 化を前提とした車両開発により A クラスのパッシブセーフティーはメルセデス・ベンツ E クラスのレベルに達しているんです。この新型 A クラスはメルセデス初の前輪駆動の量産車であるだけでなく、特にパッケージングの面で新たな基準を打ち立てました。独自のサンドイッチコンセプトにより、この車両クラスではこれまでにないレベルの安全性が実現しています。エンジン、トランスミッション、車軸は車両フロアの前部と下部に配置され、バッテリー、排気システム、燃料タンクは特許取得済みの縦針と横針の直線複合体内にしっかりと配置されています。サンドイッチ構造は正面衝突や側面衝突時にも乗員を高いレベルで保護します。それは正面からの激しい衝突が発生した場合、斜めに設置されたエンジントランスミッションユニットは下に滑り込み、乗員の安全を確保するようになっています。またダブルフロアのため A クラスの乗員は比較的高い位置に座りますが、実際 A クラスは特にシニア層に人気がありました。彼らは高い着座位置と全方位の良好な視界を高く評価しています。このほかこの A クラスには特筆すべき点として72種類にも及ぶ座席のバリエーションが挙げられます。なお積載の容量は5つの座席をすべて取り付けた状態では390リットル、折りたたんだ状態では1340リットルの荷物容量が確保されました。そしてパワーユニットなのですが、アンダーボディのサンドイッチ構造と全長 3.6 メートル未満のコンパクトな車両には新開発の4気筒エンジンが搭載されました。ガソリンエンジンは M166 シリーズでは下は 1.4 リッター82馬力から上は2リッター140馬力、そしてディーゼルエンジンが 1.7 リッター OM688 シリーズ。この OM688 ディーゼルはメルセデスがボッシュと共同で開発したコモンレール技術を初めて使用したエンジンの一つで、リッター22キロと素晴らしい燃費を誇り、ドイツで最も環境に優しい車の称号を与えられたんですね。そうそう、忘れていました。初代 A クラスには特筆すべきモデルが存在します。それが 1.9 リッターM166 を前と後ろに積んだ A38AMG、 125馬力のエンジンを2気掛けし、パワーもちょうど倍の250馬力。サンドイッチ構造だからこそできた離れ技と思います。最後にデザイン、実用性を追求した高いボディとロングホイールベース、そして鋭く立ち上がるサイドラインなどが特徴なんですが、この元祖 MPV と呼べるデザイン、あの天才デザイナーブルーノ・サッコさんも相当頭をひねったそうですよ。この A クラスをデザインするにあたり、メルセデスアドバンストデザインチームは非常に特別で創造的な課題を突きつけられました。なぜなら短くて高いという異常なプロポーション自体が視覚的に調和の取れた全体的なコンセプトにとって理想的な条件を生み出すものではないからです。チーフデザイナーのブルーノ・サッコはこの課題について次のように説明しています。小さな自動車を小さく見えないデザインにすることが最も重要です。その解決策は視覚的に一体で構成され、フロントガラスが前方に移動し、高いルーフとフラットなフロアを備えた現代の MPV の形状に似たボディが紆余曲折の末最終的に導き出されました。はい、以上でメルセデス・ベンツ W168 初代 A クラスのちょっぴり
深掘り解説を終わらせていただこうと思います。この A クラスシリーズとして進化し続け、現在は4代目となる W177 がオンステージとなっています。2019年にはセダンボディも追加され、まさにイケイケ状態だったのですが、2022年突然秘宝が飛び込んできました。ドイツの経済誌ハンデルスブラッドによると、2025年をもって A シリーズの廃止を決定したそうなんです。今後は EV モデルと収益性の高い高級車に注力していくそうです。もっとも今のところは EV 需要の減速もあり、数年は延期されそうですが、本当に残念ですよね。しかも残念なことがもう一つあります。去年行われたマイナーチェンジでベーシックモデルの価格が約500万、ちょっと前までは350万ちょっとだったと記憶しているのですが、これエントリーモデルの価格ですよ。 W124 君の時代、メルセデスのブランド哲学、最善か無価に収益性という言葉は論外でした。多くの人にメルセデスの門戸を広げてくれたザ・ A クラス、これからも末永く存続を願っています。はい、長らくご視聴くださり誠にありがとうございました。この動画が参考になったと思われた方、チャンネル登録とグッドボタンで応援していただけると励みになります。コメントもどしどしお寄せくださいね。それではまたお会いしましょう。さようなら。